連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。皆さんですね、よく私が若い頃なんかは結構こんな話があったんですけども、自分探しの旅なんていうことをよく耳にしましたね。で、私なんかも実際インドにバックパッカーで行ってですね、自分の人生を見直した経験が、過去にあるんですけれども、今回もですね、これある大学を辞めたある男性の方からお聞きした話で、この方も自分はこれからどうやって生きたらいいかな、いろんなことを考えている最中に、起こった出来事をお聞きいたしました。この男性はですね、大学にずっと、通ってられたんですけれども、ある日、中退をされましてですね、大学を辞めて、で一旦実家に戻られたんですね。で、実家に戻られたんですけれども、自分は一体これから何をすべきか、どうやって生きていくべきか、いろんな悩みを抱えてられたんですね。で、そんな中、よく自分が耳にしたのがこの自分探し。自分探しに一番向いてるのは何かな、いろいろ考えた結果ですね、よし、わかった。自分は海外に行くのはちょっとなと思ったので、日本列島横断を自分でやってみよう。自転車でやってみよう。そんな風に考えられたそうなんです。まず自転車をですね、北海道の方まで、運びまして。で、そこまでは電車で移動されて、北海道のとある地点からずっと沖縄まで自転車で行ってみよう。そんな計画を立てられたんですね。で、この方ずっと北海道を出発してですね、北海道から今度、本土の方に渡って、どんどん南下を続けられるんです。何日も何日もかかって。自分の人生で今までこんなことは一度もなかった。例えばですね、ホテルに泊まれない日があるんですね。そういった日は野宿するわけです。で、こんな経験も今までなかったな。野宿してみて初めて分かった。家があるって素晴らしいな。で、寝袋で寝られるそうなんですけれども、普段はお布団の中で寝られて、やっぱりあれもありがたいことだな。で、深夜お腹が空きますとね、近くのコンビニエンスストアまで行かれるんですけれども、田舎の方ですとそれもない場所がある。そうか。お腹が減ったからって自分の欲望のまま手に入るものっていうのがない時もあるんだな。いろんな経験をもう数日間でされたそうなんですね。そして今日は汗かいたからお風呂入りたいなと思っても、シャワーを浴びる場所すらない日もあったそうです。でもそんな日も仕方がなく寝袋で、寝られるわけですね。でまたずっと行きますと優しい方がおられてですね、自分で寝床を探してここら辺公園で寝れるかななんてことを深夜にうろうろしてますと、ある通りすがりの人がどうされたんですか、声をかけてくださった。で、いや、実はですね、日本横断の旅をしてまして、ちょっと宿泊する場所がないので、ここの公園にでもテントを張って寝ようかなって考えてたんです。そんな話をすると、そうでしたか。それなら私の家が近くにあって部屋が一つ空いてますから、よかったらどうぞ、泊めてもらうこともたびたびあったそうなんですね。で、また泊めていただくだけではなくって、朝も出発の日には朝食をご馳走になったり。人っていうのは本当に温かいな。こんなことを自分で感じたことがなかったそうなんです。そしてまたずっと旅を続けてますと、ある時大雨にあった。で、さすがにこの日はもう人通りもほとんどない田舎でですね、大雨の中ですから、もう軒先でもう今日はここで一晩過ごすしかないな。そんな風に思って寝袋をどこにしよう、テントをどこで張ろうと思ってたんですけれども、非常に体力を奪われてて、そのまま寝てしまったそうなんです。朝起きますとね、リュックが一つないんです。どうやらもしかすると野生動物が持っていたのかもしれませんけれども、この男性はいやいや、あんだけ重いバッグですから絶対人が持っていた。どうやら盗難にあった。でも仕方がない。お金とかなんとかは無事だったそうなんですけれども、着替えの服とか全部取られたな。びしょびしょになって風邪をひきそうになりながら自転車を押してると、また優しい人に
どうかされたんですかって声をかけていただいて、いや、実はカクカクしかじかでリュックを取られましてって言うと、ああ、そうでしたか。気の毒に。もしよかったら私の服、サイズも合いそうですから、どうですか？家まで取りに来てもらえますかって言って、服をいただいたり、もう本当に温かいな、そんな思いをしながらも、辛いことも中にあって、まさに人生っていうのはこういうもんなんだろうなと思いながら、ずっと旅を続けてたそうなんですね。そしてある時、携帯を地図で見ながらですね、今日はこの先、峠道だな。山を一つ越えなくちゃいけない。で、この峠を越えるのに、だいたい計算するとですね、結構3時間か4時間かかるんですね。で、ちょうど時間的にも向こうまでもしその予定通りに行けたとしても、ギリギリ夜なんですよね。で、夜になるともしかして近くに宿がなかったら、また野宿になるかもしれない。で、野宿になるということは場所を探さなくちゃいけない。どうかな？今から行くのは危険かな？もう今日はこの近くで一泊しようかな？いろいろ迷われたそうなんですけれども、いや待てよ。今まで自分はぬくぬくとした学生時代を送ってきた。何の目的もなく、入れそうな大学に行ってですね。で、それも途中でやめちゃった。こんなことではいかん。そう思ってこの旅を始めたんだから、今ここで楽な道を進むんではなくって頑張って峠を越えよう。そう考えられたそうなんですね。そしてよし、時間よりも早くに着くぞと思ってずーっと自転車を漕ぎ始める。ずーっと漕ぎ始めてしばらくすると山道になったそうなんですけど、その山道もなんとか越えてですね、なんとか上まで行ったらあとは下りですからね、もう下りのところまでは頑張ろう。休みなく行こう。ずーっと漕ぎ続けたそうなんです。どんどん漕ぎ続けるんですけれども、やはり少し人間ですからね、疲れてくるとちょっと甘い気持ちも出てくる。やっぱり無理だったな。このまま引き返せば坂道ですから、楽にさっきのところに戻れるからやっぱりもう戻ろうかな。そんな風にも考えたそうなんですけれども、いやいや待てよ。人生も同じで、過去に戻ることはできませんから、いや、このまま進むべきだ。自分を甘やかしてはいけない。そう思ってまた漕ぎ始めたそうなんです。ずーっと上まで行くと、ちょっと雨が降ってきたそうなんですね。で、雨が降ってきたな。どんどんもうただでさえしんどいのにここへ雨が降ってきましたからね。もっとしんどくなってきた。どうしようかなと迷いながらももうだいぶ頂上に近づいてきてるので、ここで引き返すともったいない。もうこのまま行ってしまおうと思ってずーっと自転車を漕ぎ始めたら、ようやく平坦な道に出たそうなんです。やった！ここまで来たらあとはもう下りだけなので、よかったと思ってその平坦な道をずーっと走ってたそうなんです。そうすると雨がまだうわーっと降り始めてきた。先ほどよりもちょっとひどくなってきたなと思いながらも、もうあとは下りですからね、もうなんとかこのまま行こうと思ってずーっと平坦な道を越えてると、この先の方の草むらのところにね、ちょっと人影のようなものが見えたそうなんですね。で、雨が降ってますから少し周りも暗くなってる。時間的にまだ夕方というほどではないんですけれども、だんだんと薄暗くなり始めてた頃なので、あれ？人影に見えたけど、もしかすると、なんか見間違えたかなと思いながらずっとそっちへ視線を送りながら自転車で近づいていきますとですね、その草むらのところ、間違いなく人なんです。人影だと思ってたのは、完全に人だっていうのが、だんだん近づくと分かったそうなんです。その人は何をその草むらで、こんな時間になぜここにおられるのか。なんだろうなと思ってよく見ると、体育座りされてるそうなんですね。体育座りしている男性、しかも自分とあまり年も変わらないような男性が体育座りをして、雨の降る中ずーっとまっすぐ、ただまっすぐ正面を向いて座ってるんですって。あれ？置物かな？あれ本当に人かなと思いながら自転車でずっと近づくんですけども、確実に人なんだそうです。あれは何かいわゆるマネキンのようなものでもない、絶対人だと思いながらその人の前を通るのが怖いなと思いながらも、もう進むしかないですから
ずーっと漕いでいった。そしてその男性の前を通り過ぎる瞬間、パッと見るとですね、ずーっと前をただ見てるんですって。でもそのままその男性は通り過ぎた。うわー、あの男性あそこで何をしてるのかな。一体あそこなんか用事があるのかな。この時間にこんな場所、こんな雨が降ってる中、いろいろ考えてるとですね、男性だんだん心配になってきた。もしかするとあの男性あそこで自ら命を絶とうとしてるんではなかろうか。いやいや、もしかすると自分のように自転車で旅をしてる最中に自転車が壊れてしまって、なんかあそこでもうぼーっとするしかなくなってるのかな。いずれにせよどうしたんですかってやっぱり声をかけるべきだ。そうこの男性思ったそうなんです。そこで自転車をですね、もう一度、後ろにして、この男性の座っていた場所までまたずっと漕ぎ始めた。そうしますと、やっぱりこの男性が座ってるんですね。あの男性まだ座ってるなと思いながらずっと自転車で漕いで、ようやくこの男性がはっきりと見える頃になった瞬間、この男性が急にバッと立ち上がったそうなんです。で、思わず自転車のブレーキをガッと踏んだ。男性が急に立ち上がったと思ったら、この男性急にパッと回れ右のようにして自分の方を向くんですね。で、急にこっち向いたと思ったら、用意ドンのように、こう、走るポーズを取られるそうなんです。もしかして、この男性こっち走ってくる。そう思った瞬間、男性怖くなって、もう一度自転車を反対側に向けて、うわーっと漕ぎ始めると、急に大きな声で、うわーっと声を上げて、この男性が走って追いかけてくるそうなんです。うわー怖いと思って、その男性も頑張って自転車で漕いでですね、で、この平坦な道を抜けて、下り坂になった。さすがに走ってくる男性も途中で追いつけなくなって、もう自転車がどんどん下まで行けたそうなんですけれども、下まで行って、改めて後ろを見ると、もうその男性の影はなかったそうなんです。うわーよかった。あの人一体何をしてたんだろうな、あんなところで。そう思ったそうなんですね。で、その後、下へ行くと、ちょうど空いてる宿があったりして、泊めていただいたりして、無事にその日を終えられるんですけれども、この旅、その後ずっと続けて無事沖縄まで行って、ご実家へ帰られたわけです。実家へ帰った後も、あの峠のあの男性の記憶だけがずっと残ってる。あれ一体何だったんだろうな。もしかすると自分は幻でも見たのかな。これ、友人に話すと、それお化けだったんじゃないのなんてことまで言われる。いや、お化けにしてははっきりしてたけどな。もう一度よくよく思い出すと、なんかこの男性が立った時の様子とか、いろいろどうだったかな、着てた服はどんなだったかな、いろいろ考えてると少し気になる点があった。一度これ友人に話してですね、車を持ってる友人がいたので、車で一度その場所まで一緒に行ってくれないかということで、車で今一度その峠まで行かれたそうなんです。そしてずっと行きますと、やはりあの山道なんですね。そうそう、この山道は雨の中走ってたな。しばらくすると平坦な道になった。そうそうそう、ここの平坦な道を濡れながら走ってた。そうしたらもうちょっと先へ行ったところで、体育座りした男性見かけたっていう風な中継を友達としながらですね、お話をしながらずっと進んでいかれるんですね。そうするとその場所、ここっていう場所をこの男性覚えてたんですね。確かこの場所に男性が体育座りしてて、急に立ち上がった。で、立ち上がってどうした？もう一度友人に聞かれると、改めて聞かれると、そう、確か敬礼のような形をして、急にこの走るような、格好をして自分を追いかけてきたっていうんですね。そう、敬礼なんだろうねって言って、友人と二人でその草むらをいろいろ探してると、このぐらいの小さな石の何か文字が彫った石が立ってたそうなんです。よく見ますと、そこ、慰霊碑だったそうなんですね。日本がまだ戦争をしていた頃、ここで数人の兵士が、亡くなってられた。その時の慰霊碑のようなものがそこに実は立ってたそうなんです。後日いろいろと調べてみますと、そこで
実は若い兵士が数名亡くなってるんですね、戦争の頃に。その時の思いをということで、その慰霊碑が建ってたそうなんですけれども、もうその慰霊碑自体も、自然石でできてたそうなんですけど、だいぶ欠けて割れてしまっててですね、あまり文字が詳しくは読み取れなかったそうなんですけれども、もしかすると、その慰霊碑のところで、当時兵士だった方が、今でもそこにおられるんではないかな。それをたまたま自分は見てしまったんではないかな。男性はそうおっしゃるんですね。この男性、実は大学を辞めた理由があるんですけれども、この理由は何かっていうと、単純に遊びすぎて授業にあまり出てなかったんです。それで単位を落とされてですね、後輩と一緒に、また上がってくる後輩と一緒になんか同級生になって勉強するのも嫌だなと思って、何も考えずにもう大学辞めますって辞めてしまわれて、実家へ戻られたそうなんです。実家のご両親からもせっかく頑張って入ったのに、入学金まで払ったのに、いろいろ叱られたそうなんですけれども、でも人生なんとかなるよとその時は思ってた。でもなかなかやることが見つからなくって、この旅を実際して終えて、再度その峠に行って改めて思われたのが、今私たちが平和でいられるのはやはり先人がおられてのことなんですよね。ということは、将来私たちよりも年が若い人たちのために今自分も頑張らなくちゃいけない。そう改めて思ったそうなんです。この男性は、就職をされてですね、今はもう休みの日もボランティアにいろんなところに出かけたり、自分の人生の少なくとも1分1秒も未来の人たちに捧げるんだという思いで、今までサボってた分を頑張って今、いろんな活動に当ててられるというお話でございました。私たちもそうですね。もう今生きてる人間はみんなそうです。過去にいろんな歴史がありますね。この歴史の中でいろんなことを経験して、皆さん苦労をして、今この平和の世の中に私たちを迎え入れてくださったわけですから、私たちもこの未来の人たちのために今なすべきことをなす、そんな時代に今私たちはいるんではないかなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。